こんにちは、うつみやさです。今日はかなり散らかっておりますけれども、気づいたらかなり散乱していた毛糸および編み物道具たちを片付けていこうと思います。一応この辺りが普段編み物をしているエリアです。これは私が自分で編んだクッションカバーで、プロジェクトバッグにしている大きめの巾着バッグです。これは結構入ります。それに加えてこういった編みかけの毛糸たちもソファーの上に散乱しているという状況です。それからこちらにもプロジェクトバッグがありまして、この中にも編みかけのものが散乱しています。編みかけの毛糸とかモチーフとか、あとは編んだ毛糸のラベルとかもなんとなく取っておいた方がいいなと思ってラベルだけ取ってあって処理していないっていうのがたくさん中に散乱しているっていう状況です。表に出ているのはかぎ針ケースと、あとこの辺り編み図も散乱しています。こういうのもファイリングするべきなんですけれども、今のところ散乱しているっていう状況です。あとこういう失敗して巻き直した毛糸なんかも散乱していて、さらには毛糸の収納用に買った防虫剤なんかも出しっぱなしになっているっていう状況です。こちらの段ボールにも編み途中の毛糸とかがいっぱい散乱している状態です。100均の有効ボードで作った非常に使いづらいブロッキングボードもございます。毛糸の収納場所としてはソファー周辺とキャビネットの中にも毛糸が入っています。夫との共用キャビネットなんですが、開けると、せっかくの毛糸が乱雑に収納されているっていう状態になっています。こっちの扉の方にも毛糸が入っておりまして、関係ない書類なんかも入っているんですけれども、こんな感じで各引き出しに毛糸が入っています。書類置き場の隣にも毛糸があって書類と共存しているというそんな状態。とにかく本当に散らかっている現状を変えていきたいという動画の趣旨でございます。というわけでまずはクリアファイル、クリアホルダーを持ってきました。これは高校生ぐらいの時から私が使っている、20年まではいかないか15年くらいずっと使っているクリアファイルなんですけれども、今は毛糸を買ったレシートなんかをなんとなく適当に入れてあるっていう状態です。このクリアファイルが使えそうなので、まずは編み図たちをクリアファイルに収納していこうと思います。そんなわけで編み図のファイリングが終わりました。これで編み図もパラパラとめくるだけでいい感じに探しやすくなったと思います。よかったですね。続きましてはこの箱の中をチェックしていきます。まず白いオパール毛糸が出てきました。そして青いオパール毛糸も出てきましたね。あとはほどいてまっすぐにした毛糸たちも出てきました。これは一応袋に入った状態になっていますね。で、あとは編みかけのフリルリップケースですね。ガマ口をつけるのが面倒で放置していたものが今になって出てきました。これは編みかけボックスにポイします。あとは輪ゴムがなぜか出てきました。他にもいろいろ出てきたんですけれども、ブロッキングボードのピンとして使っているフックなんかも出てきました。これらをどうにかしていくわけなんですけれども、まず使うものはダブルジッパーバッグです。ジップロックでもいいんですけど、ジップロックは高いので Amazon で似たようなものを探して、このダブルジッパーバッグっていうのを私は使っております。私はこれで基本的に毛糸をなんとかしているんですけれども、この中に一旦ね毛糸を詰めていこうと思います。それでは毛糸を詰めることができましたので袋を閉じていきます。袋を閉じていくんですが、その前にこちら防虫剤ですね、虫札を毛糸を入れる袋に入れていきたいと思います。これは毛糸って虫が湧くらしいという風に聞いたんですよ。なので虫札と、あと今は切らしてるから入れられないんですけれども、乾燥剤を100均とかで買ってきて、虫札乾燥剤セットっていうのをできるだけ袋に毛糸を詰めるときに一緒に入れるように心がけております。もうすぐ梅雨が来て高温多湿になってくると、ちょっと毛糸に虫が巻いたりカビたりするリスクが高いかなと思ったので、このような作業をしております。ということで空気を抜き終わりましてぺたんこになりました。こうなると収納の傘が減るのでしまいやすいかなと思っています。これをコンテナの中にスポッと
入れてぴったりサイズに収まりました。続いてはこのコットン糸の詰め合わせも処理していこうと思います。コットンは植物素材なので虫がつかないらしいとは聞いてはいるんですけれども、一応不安なので乾燥剤防虫剤セットを入れております。こんな感じでぺたんこになったのでコンテナに収納していきます。同様にレース糸についても同じ作業を続けていきます。先ほどから登場しているムシューダはこのように袋の中にさらに黄色い小分けの袋がついておりまして、1つのセクションごとに2つ防虫剤が入ってます。一応概要欄にムシューダの Amazon のリンク、私が買ったのと同じものを貼っておきますので、よかったらご利用ください。それから黒いゴミ袋に網掛けのモチーフをですね、結構たくさん入れていたんですけれども、袋が黒くてゴミ袋だなっていう感じだと、中身もよくわからなくてまた作業しようっていう気持ちに全然ならなかったので、透明のダブルジッパーバッグに入れ替えていきます。中身を。ここまでの作業で一つこのコンテナがいっぱいになりました。もう一つコンテナがあるので、こちらの中身も出していきます。こちらは中身はブランケットでして、ムシューダと一緒にブランケットを袋の中に入れているんですけど、網掛けのブランケットが入っています。これは去年の冬編んでたんですけれども、オパールケイトの細編みブランケットっていうレベッカさんのレシピを編んでいたんですけれども、ちょっと私の色合わせのセンスがなくて、ここまで編む前に気づけばよかったんですが、なんだかまがまがしくないみたいな感じになってしまったので一旦これは編むのをやめて放置して寝かせてます。ほどくかなっていう気持ちではあるんですけれども、ここまで編んできた思い出もあって切ないので、一回なかったことにしてます。そういうブランケットです。で、今日も、見ちゃったんですけど、一回なかったことにしようと思います。最終的にはほどくしかないかなと思っているんですけれども、一旦しまわせてください。圧縮するとだいぶ傘が減ってしまいやすくなります。コンテナの底からはレモンも出てきました。あとは動物アイスラトルのウサギの目のまだついていないやつ、これはねなるんです。あとはお花モチーフの失敗作も出てきました。これは何のつもりで編んだのかあんまりよくわかんないです。正直覚えてないです。で、あとは花びらです。この白いのは花屋ちゃんさんのオランダカイユの花びらの作り方っていうのがあるんですけれども、その編んだもののまだ組み立てていないものですね。チューリップの綿詰める前のものも出てきました。他にも編み掛けの花モチーフもたくさんコンテナの底から出てまいりました。このね、お花モチーフをつなげてなんかしようと思ってつなげずにそのままにしていたやつがたくさん出てきたという状況でございます。あとはこれも花屋ちゃんのレシピなんですけれども、バラになる予定だった花びら部分ですね、巻くとバラみたいになるっていうレシピです。今巻いてみてますけれども、このようにバラみたいになりますよっていうレシピです。さっき出てきた動物アイスラトルのコーンの部分ですね。これはこのコーンの部分がめちゃくちゃあります。めっちゃあるの。すごいあるからめっちゃ出てくるんですけど、これはコーン部分しかなくて上の部分編んでないので、いつか編んであげたいですね。コーンの状態で数ヶ月寝かしておりましたので、上の部分も編んであげたいんですけど、このままコンテナの下の方で埋もれていますと一生編まない自信があるので救出していきたいと思います。こんな感じで救出した編み掛けの作品たちを編み掛けの段ボールの中に移していきます。で、この元々のコンテナの中にはブランケットを戻します。で、そうするとスペースが結構余るので、プロジェクトバッグの中になんとなく入れていたワンダーコットンとネイチャーロールも一旦救出しておきます。こんな感じでしまっていきますと、ワンダーコットンとネイチャーロールを入れた段階でコンテナがいっぱいになりました。さらに使いかけのワンダーコットンも一緒に収納していきたいと思います。
ここまでの作業でソファーの上に散乱していたものたちはだいぶ片付いたかなと思っております。続きましてはこのプロジェクトバッグその3ですね。中にはフォームのラベル、ジュートヤーンのラベル、編みかけのモチーフたち。このモチーフも編み方を変えたいなと思っていて、一旦止まってます、プロジェクトが。規定の編み方よりもちょっとだけ違うやり方の方が編み進めやすいなっていう気がして、結構編んだんですけど、この先も結構編まなきゃいけないモチーフなので、編み方変えて編み直そうかなと思ってます。あとはリボンも出てきましたね。これは作ってその後壊れちゃったので、直してまた使いたいので編みかけボックスにとりあえずポイします。あとはマクラメヤーンのラベルも出てきました。それから中から防虫剤も出てきたので、こちらは再利用します。あと家電なんかも出てきました。ちなみにこのバッグはピクニックバッグ的な外に出かける用のバッグがチューリップさんから出ていたので、楽天の寺井さんで買いました。これを置いておくとこの中にまた毛糸とか編みかけをどんどん入れちゃうので、一旦これは便利なんですけどしまっておきたいと思います。便利なんですけどね、編み物ピクニックとかされる方にはちょうどいいバッグかなと思います。はい、続きまして編んだものまたは編みかけのものを適当に入れている置き場ですね。段ボールの中にポイポイ入れています。結構私は編みかけを量産するタイプではあるんですけれども、すでに編み終わったものも入っていて整理がついていません、あんまり。この箱の中にこの間 YouTube ライブで玉巻きにした糸とか、その前に自分で個人的に玉巻きにした糸とか、そういったものも混ざっていて使いづらい状態なので、玉巻きにした糸を救出して使いやすい状態にしていきたいと思います。というわけでパッキングができました。これは今すぐには編む予定がないのでしまっていきたいと思います。ではこの2つをしまっていきたいんですけれども、しまうとしたらこのキャビネットのあたりかなと思っているんですが、このあたりが一番散らかってもいますので、袋詰めもねできてない毛糸とかもたくさんあるので、まず袋に詰める作業とかをしていきたいと思います。 YouTube 上の毛糸の収納動画を見ていると、私の毛糸の量はまだまだ少ないなと思いますが、皆さんはどのぐらい毛糸を保持しているのでしょうか。気になります。続いてはこの扉の中のキャビネットの中の毛糸を処理していきます。こういったコーン巻きの毛糸なんかもこのままだとちょっと汚れちゃうかもしれないので、袋に詰めたりしていこうと思います。上の段にも毛糸が入っていまして、一つ一つ袋に詰めながら圧縮して閉じていって引き出しにしまい終わりました。こういう感じでね、各引き出しに毛糸が詰まった状態になっております。これであらかた片付いたかなと思いますので、今日の作業は終わりかなという感じです。そんなわけで決して片付いているかって言われるとまだ雑然としている感じはあるんですけれども、私の感覚では割と片付いた方の状態ですね。ビフォーアフターの状態がこんな感じになります。私はこれ以上は片付けられないです。片付け苦手なので。で、これがビフォーの状態ですね。雑然としていたこの頃を思えばまだだいぶ片付いた方なのではないかと自負しております。皆さんもこれから近づいてくる梅雨の時期に備えて毛糸の収納を見直してみてはいかがでしょうか。この動画がもしよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは内海朝でした。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。楽しんでもらえたらぜひ高評価とコメントも待ってます。チャンネル登録してもらえるともっと編み物の動画を届けられるのでぜひよろしくお願いします。みんなのおすすめの毛糸屋さんや気になる毛糸トピックスも教えてください。また次の動画でお会いしましょう。